ございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はアコースティックギターのブリッジ剥がれについて説明していきたいと思います。アコースティックギターのブリッジの接着方法なんですが、塗装も全部終えて、最後の最後にブリッジは接着します。よくブリッジを接着した後にマスキングとかをして塗装してるんじゃないかって思われてる方は多いんですけれど、そうではなくて最後にブリッジの形通りに塗装を剥がしてそれで接着してます。で、こちらがブリッジなんですけれど、このブリッジと同じ形通りに寸分たがわず塗装を剥がして、でボディのトップに接着するのが理想といえば理想なんですが、そのようにすると結構手間というかがかかるんですね。なので、少なくとも10年ぐらい前まではどこのメーカーもですね、だいたいブリッジの大きさから約2ミリぐらい内側をここの部分の塗装を剥がして接着してました。で、側面から見るとこんな形なんですけれど、トップ板がありまして、でトップの上にこの赤い線が塗装だと思ってください。接着する際はトップの塗装をこのように剥がしてブリッジをこういう風に接着します。なのでこの部分の際っていうのは塗装をこうちょっと食い込ますことによって非常に綺麗に見えるんですね。で、これをもし仮にブリッジと全く同じぴったりの寸法で塗装を剥がそうとしますと、非常に精度が高い塗装剥がしの技術を要求されるんですよ。わかりますよね、ここ。マーチン、ギブソン、ギルド、テイラーもそうですし、ほぼ有名どころメーカーはだいたいブリッジの形よりマイナス2ミリぐらい塗装を剥がして、でそれで接着されてました。今までずっと採用されてきたこの接着方法というのは、塗膜の厚みはわずかとはいえ両端が塗膜の上に乗るんですね。でブリッジの接着面っていうのはフラットじゃないですか。ギュッとクランプで圧着したとしてもどうしても接着面積っていうのは少なくなってしまうんですね。もしブリッジ剥がれの修理依頼が来た場合は必ずですね、このようにブリッジの形通りにぴったりに塗装を剥がしてブリッジを再接着するようにしています。ブリッジ剥がれっていうのは、非常によく見かけます。特段珍しいことではないですね。当然ながらマーチン、ギブソンは多いです。多いと言っても結局マーチンとかギブソンとかって売られてる本数も膨大なので、そういう風な不具合にしろ何にしろ目にする機会が多いっていうだけだと思うんですよね。多分どこのメーカーであろうと年月が経てば接着剤っていうのは弱ってきますので、ブリッジ剥がれっていうのはよく見る症状です。で、私の場合はこういう油絵の具で使うペンチングナイフっていうんですかね、特に後ろ側が剥がれやすいので隙間ができやすいので、こう隙間がないかどうかこうチェックして2ミリとか3ミリ程度入ってくぐらいの隙間であれば私は何もせずにそのまま放置する人です。人ですっていうのはおかしいんですけれど、その段階で仮に接着剤を入れて、でこうクランプでこうしっかり圧着をしたとしても、その時にはちゃんとこの後ろ側は接着はされるんですけれど、先ほども言った通りその部分っていうのは大抵塗装の上なんですよね。塗装面に接着をしたところでたかが接着力っていうのは知れてますから、剥がれてる面積が少ないうちに関しては、無理に剥がそうとはしません。で、大体そうですね、どのぐらいだろうな、ブリッジピンの部分までナイフがこう刺さるぐらい剥がれていれば、もうそれは当然一旦全て剥がして、でもう一回再接着っていう修理が必要ですね。なぜ私がほんのちょっとの隙間だったら、修理しないかって言いますと、一旦ブリッジを剥がす作業に熱を加えるんですね。
で、熱を加えて接着剤を軟化させて、それで、剥がしていくので、隙間がまだ少ないということは、多くの面積が接着剤でしっかり止まってるっていうことなんですよ。ですから、それをこう無理に剥がそうとすると、トップの板の部分もダメージを与えやすくなりますし、やっぱりですね、どうしてもいくら熱を加えても剥がしにくいんですよね。なので、あと数年なりとか、そのまま放置して、だいぶその接着が弱ってきたあたりを、頃合いを見計らって、一旦剥がす作業をしています。以前 YouTube とかでもどこかの工房さんで見たんですけれど、非常に丁寧にそのちょっとの隙間だけでも熱を加えたり、こう水蒸気を当てたり、いろいろこう工夫をしながら再接着してるっていう動画を見かけたことがあるので、これはもうリペアマンによって考え方は様々ですね。では最後に、近年この接着の方法が変わったお話です。こちらをご覧いただきたいんですけれど、マーチンのブリッジ接着方法がこのように変わりました。最初見た時は、あれと思ったんですけれど、なかなか綺麗に接着されてます。ところが、よくよく見てみると、このように隙間もあったりして、まあまあ、いいんじゃないでしょうかっていう感じのレベルでした。ちょっと隙間空きすぎじゃないっていう感じもしますけれどね。まあこの辺は良しとしましょうか。マーチンなので。で、もう一個これはですね、ギブソンの SJ200 なんですけれど、これも、ちゃんとブリッジの形通りに塗装を剥がして接着する方法に変わってました。これがですね、シリアルナンバーを確認したところ、2010年製なので、まあ今2021年ですから、少なくとも10年以上前ぐらいからは、このようにちゃんとブリッジの形に塗装を剥がして接着する方法に変わったんだと思われます。あとそうですね、ブリッジに関して言うと、ギブソンのブリッジはボルトが使われてるじゃないですか。で、ボルトっていうのは正直全く無意味です。接着力には全くかなわないので、ボルトの保持力っていうんですか。あれはまあ飾りみたいなもんですよね。私からしてみれば。部分が、ボルトの頭が目隠しでこう、インレイで隠されてますよね。ポジションマークの丸いポジションマークみたいなやつで。近年のギブソンに関しては、外してみると何にもボルトが使われてなかったりするんですよ。まあ要は昔はボルトをこう使ってやってましたけど、ギブソンも途中で気づいたんでしょうね。ボルトあんまり意味ねえやみたいな。まあその辺は年代によって様々なんでしょうけれど、そんなこともありますね。それからそうですね、あとは従来の方法ですね。この方法だと必ずブリッジが反るんですよ。両端が塗膜の上に乗ってるので、だんだんこうやってなんていうんですか、最初こうフラットに接着されていたものがだんだんこうエビ反りにこう反ってくるんですよ。ブリッジを剥がした時にここの接着面っていうのは綺麗にフラットに研磨するんですけれど、その研磨量がかなり多くなってしまうんですよね。そんなところでしょうか。まだ来ません。納車待ちです。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。